幻のポケモンのみが使える超強力な専用技。今回はその中でもより優りのぶっ壊れ技を紹介するぜ。ねえねえマリサ。なんだレイム。この前指をフルを使って遊んでたのよ。そしたら見たことない技が出てきてドカーンってなって相手を倒すことができたの。あれは気持ちよかったわ。レイムは一体何の技を引き当てたんだ？指をフルじゃ幻のポケモンの専用技は出ないしな。幻のポケモンの専用技？ってその前に幻のポケモンって何？伝説とどう違うの？特殊な手段を用いないと手に入らない、ゲーム内では出会うことができないポケモンのことだ。剣立てで言うとザシアンザマゼンタは伝説、ストーリーに絡まないザルードが幻に該当するぜ。へえ、そういうくくりなのね。なんだか幻のポケモンたちがどんな技を使うのか気になってきたわ。幻のポケモンのみが使える超強力な専用技。今回はその中でもより優りのぶっ壊れ技を紹介するぜ。わーい、楽しみ。まず最初に紹介するのはジラーチの専用技破滅の願いだ。未来予知と似たような性能ね。ああ、エスパー技の未来予知と効果は同じなんだけど威力が140もあるんだ。でもあんまりピンとこないわね。ドカーンって感じじゃないもの。確かにそうかもしれないな。だけど破滅の願いは対戦環境で解禁されたら間違いなく使われる技だぜ。どうして？受けループと呼ばれる、高耐久のポケモンたちでじわじわ相手を削るパーティに刺さるからだぜ。この技の強さを語るには、未来予知の強さを説明した方が早いかもしれないな。詳しく説明してほしいわ。例えばこちらの選出にエーフィ、怪力が含まれてて受けループ側がこんな選出だったとする。いかにも耐久が高そうなポケモンたちね。エーフとドヒドイデの対面でエーフィが未来予知を選択。ドヒドイデがバンギラスに交換したシーンを想定するぜ。バンギラスに対して不利なエーフィは怪力に交代。エーフィを倒したいバンギラスは噛み砕くを選択。この次のターン、バンギラスが守るを持っていない限り、受けループ側はポケモンを1体持っていかれることになる。なんで？ぐるぐる交換すればいいんじゃないかしら。未来予知の効果が発動するからドヒドイデに交代することができず、バンギラス、ラッキーは格闘タイプが弱点だから、怪力側は格闘技を打てば1匹倒すことができるってことだ。未来予知と格闘技を同時に受ける手段がないのね。確かに、ここで守るがあれば未来予知、格闘技を同時にガードできるわ。未来予知は守るで透かすことはできない技で、バンギラスが悪タイプだから無効化できるんだけどな。受けループは毒タイプをサイクルに組み込むことが多いからエスパー技の価値が高いんだけど、無効タイプがなく、威力が20高い破滅の願いも間違いなく強力なんだぜ。いかにも玄人向けな技で、私は使いこなせる気がしないわ。次はわかりやすく強い技だぜ。ボルケニオンの専用技スチームバーストだ。威力110で命中95ってだけでも破格なのに追加効果まであるのね。ハイドロポンプと比較すると命中がこっちの方が高くて追加効果もあるから、完全上位互換の技と言えるぜ。同じ追加効果の技ってないの？熱湯は命中100で PP が15だから、やけどを狙うことにのみ、焦点を当てれば熱湯に軍配が上がりそうだな。ドヒドイで当たりは仮にスチームバーストを覚えるとしても熱湯の方がいいかもしれないぜ。PP が足りなくて負ける、なんてこともあるかもしれないものね。実際受けループは全ての技の PP を増やして PP 切れしないようにするしな。まあでも基本的には熱湯の上位互換にもなるから、一般水ポケモンに実装されたらほとんどのポケモンがお世話になる技だろうな。ってことでスチームバーストの紹介だったぜ。次に紹介するのは V ジェネレート。一応ビクテニの専用技だぜ。一応ってどういうこと？もともと誰のレベル技にも設定されてない、配布個体限定の技だったからだ。2012年に配布されたレックウザもこの技を覚えてるしな。ただ、剣立てでようやくビクテニのレベル技に設定されて実質専用技になったんだぜ。そういう経緯があったのね。にしても威力がとんでもないわ。デメリットとして防御、特防、素早さが下がるんだけど、打ち逃げできる技としては破格の性能だな。火力が下がらないから連発もできそうね。素早さが相手を下回らない限りはな。脱出パックを持たせてオーバーヒートを打ちつつ、バックするっていう立ち回りはよくあるから、V ジェネレートも解禁された場合は似たような使い方ができそうだぜ。こんな専用技があるビクテにはさぞ強いんじゃないかしら。もちろん V ジェネレートは驚異的な火力なんだけど、それだけに警戒される傾向にあったんだ。第7世代では Z お祝いや高い HP 種族値を活かした命がけにも注目が集まったんだぜ。ちなみにビクテに破壊弾っていう専用技もあって、こっちもそつなく強いぜ。ってことで次行くぜ。
ティアンシーの専用技ダイヤストームだ。50% で防御2段階上げることができる効果を持つぜ。威力、命中率ともに十分ね。威力100っていうのは岩タイプの物理技の中ではトップクラスの火力だな。でもこの技の進化はそこじゃないんだぜ。追加効果は 50% で安定しなさそうに見えるけど。この技はダブルバトルだと全体に当たるんだ。そして追加効果の判定は技が当たるごとに発生するから、防御が4段階上がる可能性があるんだぜ。1ターンで防御4段階上げられる技なんて聞いたことないわ。変化技のコットンガードですら3段階上昇だからな。これだけ聞くとディアンシーもめちゃくちゃ強そうに見えちゃうわ。鋼が4倍弱点だったり、ジャレックを覚えないことによる、技範囲の狭さがディアンシーの明確な弱みでこの子もあんまり日の目を見てこなかったんだぜ。防御が高いディアンシーに噛み合ってそうだから惜しいわね。バンギラスとかが覚えたらめちゃくちゃ強そうだわ。そんなことしたら一気にゲームバランスが崩壊しそうだぜ。こっからは特に壊れてる技を紹介していくぜ。その一つ目がメルメタルの専用技ダブルパンツァーだ。実質威力120のデメリットなしの技って考えると確かに強そうだけど、ちょっと地味じゃない？追加効果が強力なんだぜ。一発ごとにヒルミの判定が行われるから、ヒルミ率は驚異の 51% だな。51%？ メルメタルの素早さが低いからトリックルームがないとヒルミは期待できないんだけどな。テクニシャン持ちのハッサムが使えたら威力270の鋼技だし、天の恵みのジラーチが使えたらヒルミ率 84% のタイプ一致技になる。技スペックだけ見たら間違いなく最強の一角なんだぜ。シンプルに強すぎて、他のポケモンも覚えられるってことにはならなさそうね。確かにな。メルメタルが最初に実装されたのはピカ V だったんだけど、ピカ V にはトリックルームがないからもらえた技って気もするぜ。ってことでダブルパンツァーの紹介だったぜ。シャドウスチールはマーシャドウの専用技で、相手の能力上昇を全て奪う追加効果があるぜ。追加効果だけで一つの技として成立しそうなぐらい強いわね。竜の舞を積んで全抜きするような構築に対して、タスキ持ちのマーシャドウを控えさせておくことで、逆にこっちが全抜きできるようになるっていうのが主な強みだな。威力は90で専用技にしては控えめだけど、ゴーストの物理技で見るとトップクラスの威力なんだぜ。下がった能力は吸収しないのかしら？ああ、上昇した能力だけ吸収するぜ。とんでもない性能ね。マーシャドウはめちゃくちゃ強かったんじゃない？その通りだ。そもそもゴースト格闘っていうタイプの組み合わせを半減できるポケモンがいないから、アタッカーとして優秀すぎるんだぜ。特性テクニシャンと影打ちのシナジーがあるから対面性能も高くて、幻ありのルールでは主人公って呼ばれるぐらい強いんだぜ。言われてみれば見た目も主人公っぽい感じがしてきたわ。次に紹介する技がラストだな。とっておきのぶっ壊れ技を用意しておいたぜ。ワクワクするわね。ダークライの専用技ダークホールだ。命中 50？ 催眠術の方が強くない？あまりに強すぎて第7世代で大幅に弱体化されたんだぜ。命中率が 80% から 50% に下がり、ダークライ以外のポケモンが使うと失敗するようになった。命中率 80% だとしてもキノコの胞子の方が強いわ。ダークホールの神髄は敵全体が対象というところにある。つまりダブルバトルでは2体同時に眠らせられるってことだ。へ？第5世代で追加されたトリプルバトルでは3体一気に眠ることもあったんだ。あまりの強さに BW2 ではバグがあったフリーフォールとともに禁止技に指定されてるんだぜ。そうなのね。でもよかったわ。幻のポケモンの専用技だから普段は使われる心配がないもの。いや、この技を使えるポケモンが1匹だけいたんだ。そのポケモンの名はドーブル。専用技スケッチでダークホールを覚えることができるから公式大会で猛威を振るったんだ。ドーブルの種族値はこの通りかなり低めなんだけど、対策を怠ると何もできず負けてしまうほど強かったんだぜ。じゃあもしかしてダークライ以外が使うと失敗するっていうのは？そうだ。ダークライ以外が使うと失敗するという奇妙な一文。これはドーブルが使用することを禁止するために追加されたものなんだ。なんだかすっきりしたわ。まあ持ち物や神秘の守りで対策できなくもないんだけど、ダークホールに意識が行き過ぎると、パーティとしての汎用性が落ちてしまうのは紛れもない事実だ。当時のプレイヤーはこのジレンマに頭を抱えたんじゃないかと思うぜ。ゲームバランス的に禁止にしてよかったんじゃないかしら。そう思うぜ。強すぎる戦術があるといろんなパーティの可能性を潰しかねないからな。
今回は幻のポケモン専用のぶっ壊れ技を見てきたけど、レイムどうだった？壊れ技って言うと超火力の V ジェネレートみたいなのを想像してたけど、追加効果が強かったり、禁止されるほど強い補助技があって面白かったわ。満足してもらえてよかったぜ。コメント欄では、今回紹介した技の思い出とかを語っていってくれると嬉しいぜ。ぶっ壊れ技を楽しんでくれた人は高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。